にちは。今回は瑠璃の宝石第13話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。いい最終回だった。2期はよ。綺麗なアニメだったな。制作会社が超当たりだったね。間違いなく今期のダークホースだったよ、瑠璃ちゃん。いい最終回だった。温泉はさすがに湯気濃かったな。めちゃくちゃ良かった。これで終わっちまうのか、瑠璃の宝石。素晴らしい作品をありがとうございました。本当にありがとう。今季ナンバーワンの素敵な作品です。大人2人に湯気は必要だけど、高校生には湯気は不要だろ。湯気がないと男の子と風呂に入っていると誤解されちゃうじゃないですか。円盤では湯気がなくなりますよね。無品巨爆、様々な需要にお答えしております。湯気というより光だ。 SD でもエロい。説明すみません、エロに集中してて話を全く聞いてませんでした。頭に入らない。最終回だからサービスシーン長い。温泉に浸かりながらこんな長話聞いてたら確実にのぼせる。これ円盤どうなってんだ。宝石みたいに輝く。ここまで湯気が濃いのも最近ないよ。円盤で取れそうな湯気だな。教授のポストは死なないと開かないからな。私学選ぶ人少ないしな。選んでも人数少ないからダメになった。大学に行けばそれなりにあるんだけどね。東大とか科学大とか行くのに大変なとこしかない。瑠璃ちゃん普通に大学行けるだろ。最初クソがピコかったけど成長したよな。今までは夕日だったのに朝日になった。1話見た時は作がすごそうくらいしか感想出てこなかったけど、思いのほか跳ねたアニメだったな。鉱石アニメとか全然期待してなかったけどめちゃくちゃ面白かったじゃないか。さすがスタジオバインドだ。瑠璃ちゃん成長してる。いい体に成長してる。むっちりだな。なぎさんみたいな体型に。成長してケツが偉いことに。ムチムチになっとるかな。成長しちゃったら続きが。ゆるキャンせやろか。ムチムチまでひっついでる。太ももがライザ化してた。地学やってると足太くなるのかな。鉱石学者になるとグラマーになる説。しかしマイナー作品のアニメ化と考えれば当然といえば当然なんだろうけど、2期は想定してない作りだったの。最終回はいい最終回だった。作品の出来としては今季トップクラス。すごかったわ。いつかわからんけどに決まってるよ。素晴らしいアニメだった。100点満点。最高の作品をありがとうございました。温泉街来た。お団子かわいい。湯気が濃い。ニューヨーク来たー。13話にして初の風呂シーン。湯の花か。作り方1、まず風呂に入ります。でかい。説明不要。最終回にテこ入れとかするか。光りすぎ。めっちゃ光ってる。ブルーレイ買うしかないな。じゃあ温泉のお湯をごくごく飲んだら結石とかできやすいってこと。これは MHK 域はなくなりそうだな。 ATX でも指らりらしい。髪の毛結んであげるとか、もう完全に小学生なんよ。研究者になりたいならライバルだな。今のうちに潰しておかないと。番組終わったら温泉施設行く予定だったけど、今行ったらこいつ絶対瑠璃の宝石見てきたなって思われそう。作が良すぎ。鬼舞も最終回温泉行ってなかったか。この制作は最後温泉行きましょうという強迫観念でもあるのか。ああ終わってしまう。いい最終回だった。いい最終回だった。秘宝来季アニメ日常系もゆりもなし。これがバトルものならこの後ナギが失踪するよね。素晴らしいアニメだった。劇場版かに来こないかな。両方叶えた渡辺。瑠璃ちゃん大人になっちゃったのか。太ももすっごい。ムッチムチになっとる。ムキムキに育ってる。さすがにそのケツにはならんやろ。最後のカットは数年後。瑠璃ちゃんもすっかりムチムチに。瑠璃がナギさんモードになってる。下半身も。これは2期大人編があるな。原作は大人になってないんだが、そりゃ鉱物取りに行くにはガチムチにならないとな。
もう成長期終わってるのでは。なんでムチムチになってんだよ。鉱物学者はフィールドワークがメインだからそりゃ筋肉つく。フィールドワークしまくった結果、これは2期内な。やり尽くして燃え尽きてる。いい最終回だった。ナビさんがマグマに沈んでいくラストシーンは涙なしには見られなかった。でも現実では高校生で貧乳なのに、そこから巨乳になることってないですよね。おっぱいは装備できるらしいですよ。原作絵か。また無職転生で稼いだ金でスタジオバインドはアニメ作るのかな。無職転生のパチスロ出るしな。やばかったな。こんな名作が転がってる春田はやばい。原作絵は思ったよりのっぺりしてるな。友達は真の仲間なんだな。良いアニメだった。夏が終わった。これはドクターストーンとは違うけど、その分野に引き込もうとする良い漫画でありアニメだな。どうせなら同じ日やってくれればよかったのに。むしろ別の期の放送の方が良いんじゃないかなと思った。まあ同時期でも興味持つ人は増えるならいいことだと。綺麗に終わった。温泉の瀬戸さん可愛かった。ゆりちゃんがムチムチ継承されてたな。ハンマーも大人になったシーンやっちゃったってことは2期はないってこと。鉱石採掘なんて地味なテーマをここまで面白いアニメにしたスタッフに圧倒的感謝。オタクの知識が蓄積される素晴らしい1クールだった。ああ、いい最終回だった。絶対第2期やってほしい。終わった。ここ数年でもトップクラスに良いアニメだった。終わってしまった。もう NHK とかで永遠に再放送しようぜ。2期が危ぶまれるぐらい綺麗な終わり方だった。改めてスタジオバインドって半端ないねという作品だった。面白かった。なかなかアカデミックな内容で学問っていいなと思わせるアニメだったわ。2期はよ。知識は目に見えるもの見えないもの全てを輝かせるんだなって。今まで知らなかったことを知ると世界の見え方が変わる。学問の面白さ喜びをストレートに感じさせてくれる良い作品でした。ブリの宝石とても描った。純粋にためになる作品でした。温泉の泉質から身近に潜む宇宙からの飛来物まで、ミクロとマクロのロマンがぎゅっと詰まった素敵な最終回でした。また会いたいね。毎回宝探しみたいなワクワク感を楽しめるアニメでした。2期あるといいな。すごい。最初はキラキラした宝石を探したいから始まって、最後は窓井の中から隕石を探し出す話になる。未知への探求を見事に描き切った。原作好きでよかったと心から思えるアニメで本当によかった。願わくば円盤や書籍が売れて2期につながりますように。これ以上ないくらい最高の最終回でした。地球だけにとどまらない宇宙規模に広がった鉱物の物語。しかもそれが自分の身の回りで手の届くところにある。こんなに神秘的で魅力的なものを教えてくれて、瑠璃の宝石という作品に出会えた奇跡に感謝の気持ちでいっぱいです。温泉旅行会普通に最高だったし、温泉の生まれを考えるに実は石そのものかもしれないという発想はすごいな。それに屋上の砂ぼこりから隕石を探せるロマンも面白いね。終わりがあるからこそ次の楽しみを探せるということで良いアニメでした。スタジオバインドありがとう。最終回も瑠璃ちゃん可愛かった。知りたいことが増えていくのは楽しいというセリフに象徴されるように、やはりこの物語は瑠璃ちゃんの成長物語だったのだ。水晶の木のお話やマッチ案と化石のお話とかも見たいのでどうか2期を。終わってしまうのめっちゃ寂しい。本砥石の描写が綺麗なのはもちろん、水の表現であったりよろめきとかの小さな動きとか映像で引き込まれた。ストーリーでも石の採取によって価値観、世界の見え方が変わっていく様子は見てて楽しかった。将来に悩んでいた瑠璃が願い事をする流れ星を手に入れたことで夢を見つけるっていう流れが素敵。次の楽しいを見つけることができた瑠璃は将来も石に関わっていくんだねって素敵な作品でした。地学の学育アニメを綿密な美術の下で真面目にやりながらフェチな描写にも力が入っていて楽しいアニメだった。お宝を欲しいだけの高校生だった瑠璃が大学院生と学部生との関わりの中で研究者のエートスを知らぬ間に身につけていく様子が良かった。研究の世界の足を踏み入れた瑠璃と翔子は
この後どういう道を歩んでいくのかな。先が見たくなる作品だった。 CM を挟んで毎回映される地学の豆知識の文章、毎回適当に眺めているだけだったけど、再度視聴する際はちゃんと読みたいな。今が終わってほしくないほど楽しいと思えたなら、きっと再び楽しいに巡り合える。万物は流転するけれど、その流転の中で知識を積み重ねれば、世界は色あせない輝きに満ちていると感じられるだろう。瑠璃が見つけた輝きを私はきっと忘れない。ああ、最高なんだ。今の楽しいが終わってしまうのは辛いけれど、また次の楽しいが待っている。最初は綺麗、それだけだったけど、そこからいろんなことを学び、知りたいと思い新たな楽しみを見つけた。瑠璃の成長、輝く宝石、見事な演出、本当に最高なアニメでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。